はい、こんにちは。今日はゴルフスイングの、ドライバー、アプローチ、アイアンショット、全てに通じるゴルフスイングのその要となる右肩の動きの話です。前回上げた動画で非常に皆さんの、反応が良かったのと、それから自分自身も右肩の動きを理解して、それを実践することによってすごくスイングがスムーズになって、楽にですね、飛距離が出るようになって、そして実践でも使える安定性ですね、これが得られたんですね。ですからこのコツをですね、皆さんにぜひね、お伝えしたいと思って、前回の動画に引き続いて右肩の動きのお話です。これも本当にスイングの肝になる部分だと思いますので、詳しく説明しますので、最後までご視聴いただいてですね、皆さんも身につけていただきたいなと思います。で、構成としては最初にその右肩のその動き、コアに非常に近い部分にあるその肩ですので、動きそのものは小さいということなんです。コアに近いので肩の動きは小さい、でも確実だという、そういうお話です。それから2つ目は右肩のスピードの話です。で、ただ動かせばいいというのではなくて、やはりこのスピードというのはタイミングに関係してきますので、右肩をバックスイングでどういうふうにどのスピードで上げて、ダウンスイングで、どのスピードで動かしていくかという、そういう話になります。それから最後にですね、どうやったら右肩を動かすことができるか、これなかなかね、一言右肩を動かしてくださいって言われてピンときてね、いいヒントもらったなって、じゃあ右肩動いてなかった、じゃあ右肩を動かそう、それですごくスイングが良くなったっていう人も中にはいると思いますけれども、それはですね結構稀なケースで、ほとんどの人はこの右肩がどう動いてないのか、どう動かせばいいのかっていうなかなか分かりづらいと思いますので、その、ドリルですね、クラブを使わない、練習方法、こちらをご紹介したいと思います。はい、それではまず最初のですね、右肩の動きはコアに非常に近いので小さいというお話をちょっと簡単な図を用意しましたので、それで説明させていただきます。本当に手書きの簡単な図でね、申し訳ないんですけれども、こちらはですね、ゴルフスイングを正面からね、見た図になっております。で、ここが軸からクラブヘッドまでですね、だいたい 1.5 メーターぐらい、身長とかクラブの長さにもよりますが、ざっくりとイメージ画像として捉えてください。 1.5 メーターぐらいで、テイクバックを1メーター2メーター3メーターだいたい4メーターぐらいですね。クラブはこのように、大きな楕円を描いていくわけですね。場合によってはプラスアルファで4メーター以上動くケースもあるかもしれません。で、問題はですね、これ、丸の部分が人の頭です。で、腕ですね。で、この赤丸のところが、こちらが、肩、右の肩です。今お話ししている右の肩の話になりますね。で、この右の肩が、テイクバックでここの部分ですね、25センチぐらい、頭の後ろの方にですね引かれるということです。そしてまた25センチ戻って、さらにここから50センチぐらいですね。こちらインパクトまではまた半分ですよ。ここね、インパクトまでは半分で、その後フォロースルー、フィニッシュにかけて右の肩はターゲットを指すように動いていきますので、ここまで矢印をしました。で、我々が意識するのはもうこの辺りまでで大丈夫です。テイクバックの右肩を引いてあげるわけですよね。ですから25センチ引いて、そして25センチ戻して、ここの辺りまでプラス25センチ、50センチまで意識しなくていいです。25センチ引いたらここからは50センチぐらいですね。
右の肩が顎の下に入るぐらいまでですね頑張って動かし続ける。あとはもう惰性で動かし続けてますので、フォロースルーフィニッシュとね、動き続けると思います。でここで言いたいのは、要はクラブヘッドは 4m も 5m も動く大きな楕円なんだけれども、コアに近い右肩の部分はわずか25センチプラス25センチですね。このぐらいしか小さい動きですよということを言いたいですね。はい、右肩の動き図で説明させていただきました。構えた時に右の肩ね、この肩がレイクバックでぐーっとこう入っていった時に、後方に引くような形、右の肩を後ろに引くという部分ですね。これです。これが約25センチぐらい動くという話をしました。コアという中心軸は、どこに持っていくかにもよりますが、少し離れてますので、少しは動くわけです。ここね、25センチぐらい動きます。そしてこの肩が戻ってくる、ね、切り返されて戻ってきます。で顎の下に右の肩がこう入ってくる。で、これがですね結構まずは手で上げちゃう人は右の肩が10センチ15センチぐらいしか動いていないということです。25センチ動いていない、ね、だから胸が右向かないわけでしょ。顔はボール見てなきゃと思うから、それで手を上げようと思うからこうなっちゃうわけですね。ですからこれを引いてくださいと言って、胸が自然と右向けます。で右肩を引いてますので左の肩が入るスペースができるので、バックスイングはほぼ完成するんですよ、これによってね。で問題は切り返しです。でここからどうしても手に力が入って手で打とうとすると、この辺りでバーンと右の肩が動かないでバーンと打っていきやすいので、いろんなミスが出ちゃう。でもちろん飛ばないというね。で、それを、防止するためというかね、改善するために切り返しでこの辺り、右の肩の付け根の辺りがいいと思いますけど、この辺りを意識して、ボールにぶつけるようなつもりでというね、前の動画では説明をしましたけれども、要はこの肩が回っていくということですよね。こうぐーっとこう回り続けるということです。ですからここまでいうところの芯の部分がぐるんぐるんとこう回るということですね。ですからここで止まったまま手を下ろそうとしないで、右の肩がずーっとこう、回り続けるというね。これは皆さんもインスタとか手軽にですね、USPGA プロとか、日本のプロゴルファーもほとんど女子も男子もこれ動いてます。これが止まってる人いません。右の肩が止まってる人いません。ですのでここ見てください。スイングをどこ見るのって言ったら、右の肩とクラブヘッドの動きを見てください。右の肩をぐーっとが動き続けてて、それに合わせて、クラブヘッドが動いてます。で、次にスピードの話もしますが、速く振りたければヘッドを速く振るだけじゃダメなんですよ。ここも速く振るんです。右の肩も速く振って、それでヘッドも合わせて速くなるというね。ヘッドはその離れてる分遠心力があって多少のタイムラグはあるんですけれども、感覚としてはもう同じような感じなので、ここを一生懸命速く振らないと、動かさないと、右の肩を速く動かさないとヘッドを速く振ることはできません。でここが動いてないでヘッドだけ速くしようとするとこういう形になってしまう、ね、なので、これから2つ目の話をしたいと思います。はい、再び手書きの、アナログ的な図で、申し訳ありません。スピードの話ですよね。右肩のスピードの話で、クラブヘッドは速くこうねビューンとこう速く振って、この48というスピードは私の個人的なスピードなんで、これは皆さん合わせてください、ね、インパクトのあたりでヘッドスピードを、48ぐらいねあったらいいですよね。270ぐらい飛ぶと思いますよ、これね。あとはその当たり方とかいろいろありますが、まずヘッドスピードを上げたいですよね、ここね。で、これ目標値として48ではね、この48はいきなり48になるかというとそんなことないですよね。まずバックスイングでギューンと上げてって、ほぼゼロになるんじゃないですか、最初は。
切り返しのところね、0からスタートしてスピードアップと同じです。10、20、30、40、48とね、50でいいですこれね。10、20、30、40、48、つまり0から50には絶対ならないんですよ。必ずその途中バランスはありますよ。いろいろ10からブワーッと上がる人もいるかもしれませんね。それから10、10、10、10、15、15、20、20、ここからビュンと上がる人もいるかもしれませんが、それの加速力は置いといて、必ず0から10を通過して20を通過して30、40、そして48となるということは理解できますよね。でこれは自動車の、スピードと同じなんですね。感覚としては最初0で、それでだんだんとそのスピードがアクセルを踏んで0から100キロにいきなりなるってことはないじゃないですか。必ずここを通過してますよね。ですからそのゴルフスイングのヘッドスピードに関しても必ず少しずつ速くなるという、つまりだんだん速くなるということが大事なんですね。0からいきなり40とか50上げようと思って、ここですよね。結果的にここを速くするテクニックはあるんですよ。ここを速くした方がこっちは速くなるんですけど、それは置いといていきなり、マックスのスピードのことを考えてギュンと力を入れてもダメだということです。で必ずこの通過していって、少しずつスピードがアップしていくということなんですね。でそれをこれ結果的にクラブヘッドのお話をしてますが、こちらの右肩の話に戻しますとね、この右肩を動かしてクラブヘッドともシンクロさせていかなくてはいけませんから、右肩も速く、テイクバックのトップまではいいですよね。切り返しのこれダウンスイングの話してますんで、バックスイングの方の話はしてませんから、こちらの赤い矢印になります。この赤い外側の矢印の部分と、クラブヘッドがシンクロしていると思ってください。そうすると、右の肩も0から徐々にスピードアップをしていかないとこの48を出すことができないということを理解できますでしょうか、ね、これを皆さんね、多分上手にできてない人はこの右の肩の動きがこのクラブヘッドのスピードとシンクロしてないんですよ。もちろん多少加速はしますよ。手首を使ってる分、右の肩とイコールクラブヘッドのスピードではないんですけれども、右の肩がつまりスローダウンしたり止まったりしてたらこのスムーズな加速だんだん速くはできません、次の2つ目の、解説はそのお話になります。手書きの先ほど書いた図です。失礼しました。少しでも分かりやすくねお伝えしたいなと思って、クラブをビューンって、振るんですけれども、必ず0から加速していくというね、その感じが、例えばブランコに乗った子供をこう押していくときにね、いきなりマックスドーンと押したら、チェーンがたわんで子供が落っこっちゃう。だからこうやって押すじゃないですか。バーンと弾みつける。それにもちょっと似てます。それからボールをこう投げるときに力入れてガンってやってもダメじゃないですかね。ピュンってこうリラックスしながらピュッとこうスピードアップってありますよね。だからタイミングって言えばタイミングなんですけれども、基本は0からヘッドスピード50にはできないってことです。それを理解してもらってだんだん速く。でそれが多くの人が言ってるそのゆっくり振るっていうのはね、なんかゆっくり振ったらヘッドスピード出ないじゃないって思いがちじゃないですか。だけどそうじゃなくて最初がゆっくりなだけなんです。この切り返しのこの最初の部分に多くのアマチュア飛ばない人たちっていうのはここですごく力んじゃってマックスのスピードに上げようとヘッドスピードをねしてしまうんで、ヘッドスピードのことばっかり考えてる。そうじゃなくてこの肩のことを考えてください。肩をマックスにしないですよ。だんだん速くですよ。肩をだんだん速く構えて右肩を引いたらこの位置からわずか25センチしか動いてないわけですよ。30センチ動く肩幅にもよります。25センチぐらいしか動いてないのを
この辺りで50センチぐらい、25センチ戻してさらに25センチね、ややこしいから一気にもう動かしちゃいましょう。一気に動かすと50センチぐらいのわずかなこの動きでもすごく大事、ね、右の肩がだんだん速く動くですか。一気にトップスピードになりませんから、最初ゆっくりなんですよ。だからそれが重いボールを投げろとか、重いクラブを持って振れとか、竹ぼうきを振れとか、長いクラブを振れとかね、長い棒を振れってあるじゃないですか。そういうドリルっていうのは、要はここの切り返しのことを言ってるんです。でそれはゆっくりっていうのはここだけの話で、だんだん速く抜けてるんですよ、多くの人ね。ですから確実に動かすんだけど、一気にここからスピードアップドーンとはできませんね。確実に動かしながらスピードアップしていってください。そういうことです、ね、ちょっと打ってみますね。3つ目いく前にちょっと打ってみたいと思います。1つ目が小さい動きですけど確実にというね、小さい動きですけど右肩引いて右肩を動かしていきましょう。で2つ目がだんだん速くですよね。でそれが増幅されてるわけですよ、クラブヘッドって。この動きだけ見たらすごく小さい、後で練習でやりますけどすごく小さいじゃないですか、手がなかったらね。手があってなおかつクラブがついてるからものすごく増幅されちゃうのとややこしくなる。この辺コアのこと考えてください。意識がこっち行っちゃうんですよ、ね、だからもっとこの辺のこと考えてください。コマの軸のこと考えてください。軸、芯のこと考えましょう。というとこの芯に近い右肩を引いて右肩をだんだん速く、わかります？ね、一気に速くはできませんから、右肩引いてだんだん速くです。ちょっと先っちょでした。はい、256、はい、もう一回いきますよ。右肩を引いてだんだん速く、はい、1球ぐらい打ちますか。260、右ベタ足です。オングリップ、やっぱりね、デモンストレーションするとデモンストレーションは少し硬くなる。はい、それはしょうがないね。270まで来ました。はい、右肩引いてだんだん速く、右ベタ足でいいです。はい、これはうまく打てました。どうですか。274ね。はい、右肩を確実に動かす、ね、わずかに25センチ右肩を確実に動かす、わずか25センチテイクバックしたらこちら50センチぐらいで、動かす時にやっぱりね突っ込みやすいんでここを残してください。で右ベタ足でいいです。右ベタ足、前回の動画でちょっとベタ足気味じゃなかったですけど、今ベタ足で打ったつもりです。もう一回最後にデモンストレーションしますから、ベタ足で打てます。ベタ足で頭残しながら右肩を動かし続ける。そしてそのスピード、2つ目のポイントね、スピードがだんだん速くです。いきなりドーンはやめてください。無理です。だから0からってね、どのぐらいできるかっていう、これは分かりませんが、徐々にやりましょう、ね。はい、で最後3つ目はその練習方法なんですが、まずねだんだん速くと言いましたが、最初はね同じようなイメージでいいので、なかなかねまずここ動いてないと思いますよ。だから最初これでもいいんですけど、これよりはちょっとこっちの方が動くので、肩に手を当てて、左肩下見たままね、左肩右肩ってやってみてください。右肩が本当に顎の下入ってこないと思いますよ。こんな感じになってると思いますよ。右肩の動きが悪いのだから、しっかり右肩を顎の下にこう入れる、この練習、ここきついと思います。頭残して右肩
顎の下に入る。これをしっかりやったら、もう一つあります。こんな感じ。ちょっとピグもこんな感じね。こう手をね伸ばしちゃうとちょっとバタバタしますので、肘を脇腹につけて、まあ前習いに近いですね。脇腹につけて前傾して、右向いて左肩が顎の下に入るかどうか、まあ、右肩を引くわけですよね。右肩を引くようなイメージですと、まあ、胸が右向くっていうことなんですけど、左肩が顎の下に入る。そして右べた足できついですよこれ。ものすごい。だからどれだけ右肩が動いてなかったんですかってことはよくわかると思います。この練習、右肩が今度ね引いた後にぐーっと回ってくるわけでしょ。顎の下に入る。ここまで。この練習、こういう練習もありますね。これもいいと思います。右の肩を意識してくださいね。で、このドリルをしたら、まずは、だんだん速くの前に同時、右肩引いてクラブヘッド、右肩のスピードを等速でやってみましょう。等速ね。加速はね、最初難しいので、肩の左に動かすスピードもだんだん速くは結構できないです、最初のうちはね。でも左に動かすことはできると思うので、クラブヘッドを右の肩と同じスピードで振る。右の肩のスピードイコールクラブヘッドだから、クラブヘッドを速く振りたければ右の肩を速く振るしかないんだけど、まずは右の肩とクラブヘッドのスピードを合わせるね。あれ左行っちゃいましたが、今いい感じですよ。いい感じできてますよ。ちょっと左です。はい、もう一回いきます。右の肩とクラブヘッドのスピードを合わせるね。等速、これでいきましょう。でこれを練習して慣れてからだんだん速くします。等速、右肩の左へ動かすスピード、まあバックスイングはそんなにね速くないと思います。ダウンスイングで右肩を動かすんですが、そのスピードとクラブヘッドのスピードを同じスピードにします。同じスピード、速くしない。まあそれがね結果的にゆっくりってなります。では等速ね、右の肩のスピードとヘッドのスピードを同じ合わせます。右本当にそれが前回の動画で上げた右肩で打つっていうその感覚なんですよ、ね、等速、まあ、結構出ますよこれでもね。やはりこう右肩がこう来てるんで、やっぱりこれが押せるっていうことなんですよ。分厚いインパクトってなりますので、まずはその等速で、これでもねボールスピード 66.6 ヘッドスピード 46.2 出てますから十分です、ね。バックスピン2300の飛距離が261出てます。でこの等速がまずできたら気持ちだんだん速くです。いきなりはマックスしないでください。気持ちだんだん速く、自分でその感じがつかめるまでは練習です。気持ちだんだん速くってやると、あれなんでもう一回ちょっと映ってます。気持ちだんだん速くってやると、体重も乗ってきます。気持ちだんだん速くです、ね。はい、265、もう一回いきます。右べた足でいいです。右肩引いて気持ちだんだん速く。いやこれも実践向きです。すごく
フィニッシュでも乱れないでね、安定して200、今70ですね、実践向きだと思います。はい、じゃあラスト。よいしょ。一番出ました。270出ました。274ぐらいが出ました。はい。どうだったでしょうか。右肩の動きね。アプローチの動画もこの後上げますけど、アプローチも同じ。すごくいい。右肩を意識して、右肩とヘッドの動きをまず同時、同じ。で、だんだん速く。右肩をだんだん速く。すごく押せます。で、安定感がある、ね、ですからちょっと気づくのは私も遅かったですね。右肩の動きが悪かった。やっぱりこの辺りでちょっと右肩が止まって、右手を使うっていうね、スイングで左引っ掛けてみたりして、ずいぶん長くねスランプがありましたけど、本当にこの右肩の動きを理解して、そして右肩の動きを意識することによってもうゴルフのスイングがすごくね激変しましたので、皆さんにもぜひこれねお伝えしたい。まずは右肩は小さいけど確実に動かすんだよっていうことですね。はい、でまあその意識が、左肩なのか、右肩、私は右肩だと思いますけど、この辺りなのか分かりませんが、とにかくこのコアの部分がしっかりとこう動くということなので、こういう体操もあります、ね、それからこういう体操もあります。基本なんですけど、意外とこの基本がですね、もう一回やってみるとコアの動きが悪かったですね。ですから皆さんも特にこの辺から多分ねヘッドスピードを上げたいから振ってると思うんですよ、腕で。だからよくね飛ばす人が全然腕使えません、足だけですなんて言ってますけど、それはコアの部分の体のターンがもうできちゃってるから手でこう打つってことはないですよっていう、そういう感覚だと思いますよ、ね、ですから、はい、まとめますとね、今日は3つありました。まず最初は右肩が小さいけれども確実に動くというお話でした。25センチぐらい小さいけどまず確実に後ろに引いて、そしてターンさせてくださいねというお話。これは前回のね動画に引き続いてのお話です。それから2つ目はスピードの話で、ヘッドの方ばかり意識がいってしまいますので、ここのスピードも大事ですよということで、まず練習方法にも絡みますが、等速、ね、で、引いてはだんだん速く、だんだん速くで、ヘッドのことばっかり考えてヘッドスピードを上げようと思ってしまうと、こちらの右肩の動きのスピード、これが悪くなってタイミングが狂ってきますから。ですから、まずは同時の感じです。同じヘッドと右肩の動きのそのスピードを同じでやってみてください。そして最後は練習方法ですね。クラブを交えて等速の練習も含めてですね、このコアの部分の右肩のこの動きがすごく悪いと思いますので、もう一度皆さん基本に立ち返ってね、きついこれきついなっていうね、ということはそれだけ何か逃がしていたんではないでしょうかということで、いくつかのその右肩を動かすためのね体操がありますので、これをもう一度やっていただいて、右肩がスムーズにね動いて、で気持ちよく振れるというねスイングをぜひ身につけていただきたいなと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またいいなと思うことをですね、発信していきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。